皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。皆さん、お元気ですか？私は相変わらず元気です。今日は私がよくする料理のお話をしたいと思います。親のズラーニングハブ。というか、毎日料理をしていますね。皆さんは料理をしますか？まずは朝ごはんのお話ですね。朝はできるだけ寝たいです。朝早く起きれた時は、ちゃんとご飯を作ります。ご飯とお味噌汁と卵焼きです。でも、朝早く起きれなかった時は、シリアルかトーストですね。簡単な食事にします。本当は、フルーツとかサラダを朝食べると健康にいいですよね。でもそこまで手が回りません。ちなみに手が回らないというのは、時間がなくて気持ちの余裕がないこと、時間がなくてできないという意味です。昼ご飯と夜ご飯は毎日作っています。外食すると高いですからね。今、スペインに住んでいます。スペインのランチ代は最低15ユーロはかかります。二人で行くと、それだけで30ユーロかかります。だから、高すぎて、外食はなかなかできません。なので、基本的には自炊しています。自炊というのは自分でご飯を作るという意味です。でも、毎日、献立を考えるのがめんどくさいんですよね。献立というのは、食事のメニューという意味です。毎日何作ろうかなと献立で悩んでいます。献立で悩まないようによく作る定番メニューがあります。定番というのはよく安定して選ぶもののことです。私の定番メニューはオムライス、カレー、唐揚げ、チキンカツ、親子丼、あとはタコライスかな。悩んだ時は、この中から選んで作っています。今言ったように、スペインでも日本の料理をよく作っています。スペインは野菜や肉が日本よりも安いです。なのですごく助かっています。でも、スペインのスーパーにない日本の食材もたくさんあります。例えば、ウスターソースとか、お醤油、味噌などの調味料ですね。それと日本米もないです。日本のお米です。そういった食材をゲットするために、アジアンマーケットまで買い物に行きます。アジアンマーケットまで今住んでいる家から約車で15分です。それがめんどくさいことが一度ありました。1週間ぐらいお米なしで生活したんですね。そしたら、ご飯が食べたくて食べたくて、しょうがなくなりました。ご飯が恋しくなりました。そのご飯がない週は辛かったですね。ノーご飯、ノーライフです。パスタもよく作っています。ベーコンとトマトソースを使った簡単なパスタも作ります。あとは白だしを使ったパスタも作ります。白だしは日本のものなので和洋折衷ですね。和洋折衷というのは日本のものと洋風なものをミックスしたもののことです。パスタといえば最近夫がたらこパスタが食べたいと言っていました。皆さんたらこパスタって知ってますか？たらこというのはスケトウダラという魚の卵です。その卵を塩漬けにしたものです。日本ではすごく人気の食材ですね。たらこパスタはすごく簡単で美味しいんですよ。まずはパスタを茹でます。その間にたらこの皮を取ります。それで茹でたパスタとバター、たらこを和えます。和えるというのは混ぜるという意味です。料理の時に使う言葉です。味がもし薄かったら、ちょっとだけお醤油を足します。それで最後に海苔をかけたら完成です。
茹でる、混ぜるだけでできる簡単な料理です。なんだかたらこパスタ食べたくなってきました。スペインではたらこを見たことがありません。どこで買えるのかな？日本に帰った時は必ずたらこパスタを作って食べたいなと思います。ということで、普段はだいたいご飯とおかず、それかパスタを作っています。あと、友達が来た時は手巻き寿司をよく作ります。手巻き寿司の具というのは中に入れる材料のことです。手巻き寿司の具は家庭によって違っています。私の家の場合は、きゅうり、卵、ランチョンミート、サーモンのお刺身、これを入れることが多いです。キムチがあれば、キムチも入れます。すごく美味しいです。あとは、たこ焼きパーティーも本当はしたいです。スペインにたこ焼き器を持ってきていました。でも、スペインの電圧と日本の電圧が違います。それで、たこ焼き器が壊れちゃったんですよ。それで結局、2回しかたこ焼きができませんでした。という悲しい経験もあります。あとは、ホットプレートという機械を持っている家がすごく多いです。このホットプレートでいろんな料理を作ることができます。例えば、焼きそば、焼肉、あとは餃子を焼くこともできます。このホットプレートは大きいので、一度にたくさん作ることができます。なので、お友達を呼んでホームパーティーをするときにすごく便利です。あとは家族が多い家だと便利ですよね。なので、ホットプレートはすごく日本で人気の調理器具だと思います。皆さん聞いたことありますか？スペインにはホットプレートを持ってきませんでした。なので、今度日本に帰った時は、ホットプレートとたこ焼き器を買いたいなと思います。それでスペインでもホームパーティーができたらなと思います。今回は私の料理生活についてお話ししました。1ヶ月に1回、夫が外食にも連れてってくれます。外食をすると、献立を考えなくていい、準備をしなくていい、美味しい、後片付けをしなくていい。これでリフレッシュできます。たまにの外食は最高ですね。ありがたいです。皆さんは自炊しますか？得意料理があれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。皆さん、お元気ですか？私は相変わらず元気です。今日は私がよくする料理のお話をしたいと思います。綾野ズラーニングハブ。というか、毎日料理をしていますね。皆さんは料理をしますか？まずは朝ごはんのお話ですね。朝はできるだけ寝たいです。朝早く起きれた時はちゃんとご飯を作ります。ご飯とお味噌汁と卵焼きです。でも朝早く起きれなかった時はシリアルかトーストですね。簡単な食事にします。本当はフルーツとかサラダを朝食べると健康にいいですよね。でもそこまで手が回りません。ちなみに手が回らないというのは時間がなくて気持ちの余裕がないこと。時間がなくてできないという意味です。昼ご飯と夜ご飯は毎日作っています。外食すると高いですからね。今、スペインに住んでいます。スペインのランチ代は最低15ユーロはかかります。二人で行くとそれだけで30ユーロかかります。だから高すぎて外食はなかなかできません。なので基本的には自炊しています。自炊というのは自分でご飯を作るという意味です。でも毎日献立を考えるのがめんどくさいんですよね。献立というのは食事のメニューという意味です。毎日何作ろうかなと献立で悩んでいます。献立で悩まないようによく作る定番メニューがあります。定番というのはよく安定して選ぶもののことです。私の定番メニューはオムライス、カレー、唐揚げ、
チキンカツ、親子丼、あとはタコライスかな。悩んだ時はこの中から選んで作っています。今言ったように、スペインでも日本の料理をよく作っています。スペインは野菜や肉が日本よりも安いです。なのですごく助かっています。でも、スペインのスーパーにない日本の食材もたくさんあります。例えば、ウスターソースとか、お醤油、味噌などの調味料ですね。それと日本米もないです。日本のお米です。そういった食材をゲットするために、アジアンマーケットまで買い物に行きます。アジアンマーケットまで今住んでいる家から約車で15分です。それがめんどくさいことが一度ありました。1週間ぐらいお米なしで生活したんですね。そしたら、ご飯が食べたくて食べたくてしょうがなくなりました。ご飯が恋しくなりました。そのご飯がない週は辛かったですね。ノーご飯、ノーライフです。パスタもよく作っています。ベーコンとトマトソースを使った簡単なパスタも作ります。あとは白だしを使ったパスタも作ります。白だしは日本のものなので和洋折衷ですね。和洋折衷というのは日本のものと洋風のものをミックスしたもののことです。パスタといえば最近夫がたらこパスタが食べたいと言っていました。皆さんたらこパスタって知ってますか？たらこというのはスケトウダラという魚の卵です。その卵を塩漬けにしたものです。日本ではすごく人気の食材ですね。たらこパスタはすごく簡単で美味しいんですよ。まずはパスタを茹でます。その間にたらこの皮を取ります。それで茹でたパスタとバター、たらこを和えます。和えるというのは混ぜるという意味です。料理の時に使う言葉です。味がもし薄かったら、ちょっとだけお醤油を足します。それで最後に海苔をかけたら完成です。茹でる、混ぜるだけでできる簡単な料理です。なんだかたらこパスタ食べたくなってきました。スペインではたらこを見たことがありません。どこで買えるのかな？日本に帰った時は必ずたらこパスタを作って食べたいなと思います。ということで、普段はだいたいご飯とおかず、それかパスタを作っています。あと、友達が来た時は手巻き寿司をよく作ります。手巻き寿司の具というのは中に入れる材料のことです。手巻き寿司の具は家庭によって違っています。私の家の場合は、きゅうり、卵、ランチョンミート、サーモンのお刺身、これを入れることが多いです。キムチがあれば、キムチも入れます。すごく美味しいです。あとは、たこ焼きパーティーも本当はしたいです。スペインにたこ焼き器を持ってきていました。でも、スペインの電圧と日本の電圧が違います。それで、たこ焼き器が壊れちゃったんですよ。それで結局、2回しかたこ焼きができませんでした。という悲しい経験もあります。あとは、ホットプレートという機械を持っている家がすごく多いです。このホットプレートでいろんな料理を作ることができます。例えば、焼きそば、焼肉、あとは餃子を焼くこともできます。このホットプレートは大きいので、一度にたくさん作ることができます。なので、お友達を呼んでホームパーティーをするときにすごく便利です。あとは家族が多い家だと便利ですよね。なので、ホットプレートはすごく日本で人気の調理器具だと思います。皆さん聞いたことありますか？スペインにはホットプレートを持ってきませんでした。なので、今度日本に帰った時は、ホットプレートとたこ焼き器を買いたいなと思います。それでスペインでもホームパーティーができたらなと思います。今回は私の料理生活についてお話ししました。1ヶ月に1回、夫が外食にも連れてってくれます。外食をすると、献立を考えなくていい、準備をしなくていい、美味しい、後片付けをしなくていい。これでリフレッシュできます。たまにの外食は最高ですね。ありがたいです。皆さんは自炊しますか？得意料理があれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは今日はここまで。最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。